すごいっすね。どうする？もっと違う食材見つけ出したいっていうのはあるんですけどね、よそにない串カツをやっぱり作りたいから、串カツ一力さん、でも西九条にある串カツ屋さんなんですけど、すごい老舗で、そこもコースで串カツをいただくっていう、はい、それもお世話になってますね。ちょっとまあまあビール入れたりとか、極力混ぜすぎない、混ぜすぎるとそこの言うたらコシがなくなるみたいな、よくなんか炭酸とか入れたらいいっていうのは、じゃあそれはほんでビール入れます、ちょうどいい美味しいビールやから。うち認定としてる朝日からこのサイズに合わせてこれでこしてます、これが一番いい感じかなって、自分らの中では、やっぱりこう食感ですかね。そうですね、粗すぎてもあれやし、細かすぎてもいうのにちょっと変にこだわってて、もっとこうサシの入ったやつとかもあるんですよ。土手にはサシが入ってる方がいいんですか。だしはええの出ますよね。だいぶ崩れるけどね。5キロから6キロ。だったらめちゃめちゃいいだしが出そうですね。そうなんです。これがうまそうなところ。基本は白味噌、西京味噌を使ってます。プラスあとちょっと合わせよう。あと砂糖みりん。西京味噌って使われるの一般的なんですか。コラではそうですね、あんまり使わんかもしれないですね。合わせ使う方が多いかもしれないですよね。土手焼きは創業当初からあったんですか。串カツに帰った時から、前は寿司やってたんで、寿司屋の名残も入れつつ、だから具ザクとか作りとかちょっと置くようにはしてるんですけど。
これはだから入る時と入らん時があるから、その日によって入った時に来られたお客さんはラッキー特にこのねトロのとこ食べれたら、4月に帰ったのは26年前ですね、まあ兄貴とこの辺にないなんかやるかで串カツがこの辺にはなかったんで、ここ23日ぐらい使う量、取ってちょっと詰めて、で今の氷水で冷まして、こうちょっとこう冷ましたらな、この上に熱いまま置くと膜張りよるんですよ。ソースかけるときにダマダマみたいなのできます。よそ食べに行ってお腹壊したり胸焼けがようしてたから、この胸焼けのない油ってできんのかなっていうのでいろいろ考えて、今うちの油はブレンド数種類ブレンドしてるんやけど、にちょっとたどり着いて、今はもうそのやつでずっと行ってるんですけどね。お客さんも食べやすいとか言うてくれるんで、ああ分かってくれたら嬉しいなみたいな。野菜でしたらブロッコリー、あと小餅こんにゃくとか高麗人参で、長野県産の高麗人参を使ってます。珍しいですね、高麗人参。珍しいです。ちょっと見ますか？見せてください。もっと違う食材見つけ出したいっていうのはあるんですけどね、よそにない串カツをやっぱり作りたいから、これが北海道のワカサギなんですよ、これなんかはもう普段ないので、もう出たら終わりです。あったらラッキー。あったらラッキーです自分も初めて見たんで、このでっかいの、食べたら美味しかったです。
の輪っかに入れてるのは具材によって分けてるんですか？お客さんに出す時、この使ったままやったら熱いんで、でここにほんでこの表面よりこの中の方が多少ちょっと熱いんです。この油がここだけちょっとこんでグッと揚げるっていう。かりんさん個人的にどの串が一番好きですか？やっぱり豚肉かな。ほんでまあ牛すじ茶わ牛肉もちょっといいの見つけたら買って仕入れてはくるんですけど、これが今日の牛肉です。部位はどちらで？ミスジの部分になります。業者さんがまあまあいい感じで分けてくれるからね。うちのソースは、黄色いマヨネーズソースがあって、それはマスタードとかターメリックを入れてちょっと黄色いソースになってるんです。で真ん中に入れるソースは、普通の中濃ソースやけどシャンベースのソースがあって、そこでも数種類のソース入れて、その前にまた別で赤ワインとか独自で配合して、ソースは作ってます。これつけてくれとはうちは言わないんで、何つけたらいいんですかとかよう言われるけど、好きにつけてください言うて、おすすめとか聞かれたら、まあそれは塩がいいかなとかいうのは言いますけど。これが高麗人参、ポークカレー、和牛のミスジでマグロのトロです。
はい、乾杯。こっちおいで。乾杯。はい。はい。ささみ明太。はい。どうぞどうぞ。さっき言った沖縄のアーティスト。あ、そうです。はじめまして。秀治です。秀治です。こんにちは。で、そして、はい。あ、な。友人のマキシムです。不思議です。マキシムです。
大阪で一緒に動いてる早めです。イベントで何回かも。あ、確かに何回か。さあ。はい、今日も。はい、会いたいよ。会いたいよ。最高。俺が一番好きなのは。土手どんにする。マジっすか。土手丼なんですか。どんにする。下です。土手丼。なんかそれはもう串カツそれぞれの串カツが美味しいこともちろんなんですけど、一番は武雄さんです。名物マスター武雄さんのやっぱりお人柄、この見た目から想像できない、外サクサク中トロトロの、マグロ串カツのようなマスター武雄さんが魅力でございますこれやばい。これちょっとこれ取ってもらおう。これはすごいっすね。どうする？インサト。どうする？これ沖縄に持ち帰りたい。ブロッコリーってこんな美味しかったっけ？やばそう。頭の中万博だ。万博。脈々が。どて焼き万博。どて焼き万博を開催しましたわ。いや、その七味。うまっ。うまっ。すげえ。豚肉と辛ウインナー。辛ウインナー。辛いの好き。好きです。うわ。うわ。これでもマジにゆっくり。うまっ。うわ、あ、そうか。ありがとうございます。これが玉ねぎ、ペコロスっていう玉ねぎで、これが牛肉。今日は味噌汁。うわ、味噌汁。最高。うわ、ありがとうございます。ミニ玉なんだ。美味しすぎて。ちょっとすごいね。これは半分ずつにしたいけど。うわ。まあ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 。うまっ。寿司のやつ。そう。寿司のやつですよ。生であげちゃうさらに。いいですか。何年ぐらい。が噂のトロですよ。はい、していただいたトロでございます。ちょい塩がおすすめだ。ちょい塩ね。ちょい。お肉ですよ。もうお肉ですよ。うまいよね。掛け算のパワーにしたんだけどさ、体のさ、力の上がりが半端ないよね。元気出るよ。めっちゃ美味しい。
ますよ。こんな贅沢うまいですよ。贅沢すぎるんじゃないかな。マジでいい。語彙力なくなるね。可愛い息子みたいな感じかな。いやもうほんまにこの子の歌に惚れたん。ほんまにしんみり聞いたらほんまに涙ポロポロポロって出てくる。おい。なんだすごい。初めて来た。あ、いやです。川西さんにとってですね、ここは特別だと、ここは名店だと思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども。ホルモンの美味しい、わらおもさんのホルモンがほんまに美味しいんですよ。そこはおすすめしたいですね。あとうのさん、まあ近くにあるんですけどタコスが美味しいです。あとパリリアーダって鶏のグリルがあるんですけどそれも美味しいです。この辺じゃあまり食べれないですね。あとうどあんさん、千葉センタービルの地下にあるんですけどそこのそばも美味しいです。そこはおすすめですね。天ぷらも美味しいです。振られてびっくりしたものです次一回断ったんですよ。ちょうどうちが10時半ラストオーダーなんですよ。ほんで10時半ラストオーダーの時にもう片付け出してる時に、スタッフみたいな人が入ってこられて「行けますか?」でもうラストオーダーの時間過ぎてたから断ったんですよ。だから「すいません」で出たんですけど、その大杉蓮さんがひょこっと顔を出したんですよ。でうちの嫁が今の大杉蓮さん違うのみたいなのがあって、ほんだら油つけるかとかって言ったけどまあえっかみたいなほんだら次の日来てくれたんですよ。来てぜひ食べたかったみたいな。で次の日に来てくれてさすがやな思ったのがカメラ向けて写真撮るでしょ。撮って「あそれ今のってちょっと頭切れてるから撮り直して」って見たらほんまにこう切れてるんですすごい見てないのにはいはいすごいなあれはすごいもんだ。プロですね。今は少し